内にある風変わりな喫茶店、格ゲー喫茶ハメジュン。ここは格闘ゲームを愛する人たちのたまり場。格ゲーマーって、オンライン大会に出場するとき身の回りに置いておくものってありますか？例えば甘いもの？ラムネとか？ラムネ？いい糖分のね、摂取元って言われてるよね。だから頭使うから食べる人も多いんじゃないかな。なるほど。ちなみに私はいつもラムネとか糖分は持ってないんですけど、メンバー全員でお腹いっぱいになってからライブをするようにしてます。それは何か理由があるの？空腹だと途中でお腹空いたなってなって集中力切れるんじゃないかって思って、4人でしっかりご飯食べてライブするようにしてますよ。そうなんだ。それ結構面白いね。あ、いらっしゃい。いらっしゃいませ。 KOF プレイヤーが4人も。今夜はザ・キングオブファイターズ15ですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。1人目のお客様は初めてのご来店となるアキラ選手。周到に対策をしてから対戦に臨む理論派プロゲーマーです。2人目のお客様はアバオ選手。 KOF シリーズ2人目のプロゲーマー。数々の大会で実績を残すトッププレイヤーです。3人目のお客様はスコア選手。長年にわたり第一線で活躍する強豪プレイヤー。ゲーム配信にも力を入れています。4人目のお客様はラギア選手。海外大会で数々の優勝を誇る KOF シリーズの若き天才プレイヤーです。まずは初来店のアキラ選手について、その人柄に迫りたいと思います。アキラ選手のいいところ、悪いところ、普段思っていることを紹介してもらいましょう。お願いします。いいところ悪いところも言わなきゃいけないですね。全部出会いのところ話したいんですけど、ゲーミングシェアハウスのところで、アキラ君とは初めて会って、で KF14 の時ですね。それの時は初対面で、僕はそのシェアハウスの方に対戦しに行こうと思って行って、で今日アキラ君が来てるからって言っていう話を聞いて、僕は会ったことはなかったんですけど、すごい強いプレイヤーだと思って、これで KF14 の対戦するの楽しみだと思ってシェアハウスに行ったんですけど、ちょうど行った時にまだアキラ君がなんかそこに部屋にいなくて、聞いたらなんかちょっとさっきまで対戦してて、さっき寝に行っちゃったって言って起こしに行ってくれたんですね。でアキラ君が出てきたんですけど、もうすごいなんか眠そうで、対戦するのみたいな感じで分かりました、やりますかみたいな感じで、もう黙々と対戦して、なんかたまにため息とかも疲れたりとか最悪じゃないですか。それは。いや、若気の至りと言いますか最初もちょっとなんか嫌な印象があってからなんですけど、福岡で行われたエボジャパンの時にすごい話す機会があったっていうのと、終わった後の打ち上げでよね、僕とあとアキラ君と SR さんっていうプレイヤーの3人でもつ鍋を食べに行って、そこからだよね、なんかすごい仲良くなっちゃって。僕は、もっと前から仲良かったと思ったんですけど出会いは別にそんなにすごいものではなく、ゲーセンに行ったら関西勢より大阪のゲーセンにいるみたいな。広島勢なんですけど、広島なのにいつ行ってもおるなぐらいで、結構話すようになったタイミングが、僕の記憶だとなんか原付の鍵を大阪でなくして、それを一緒に探したところから仲良くなった気がします。しかも多分その原付の鍵、広島に刺したままだったんですよ、原付にお騒がせ野郎じゃないですか。一言で表すなら天真爛漫な子犬みたいな、子犬感がすごいですよね。嬉しい時はもう飛び跳ねて、悔しい時は地面に寝っ転がるとか倒れ込むみたいな、やっぱ見てて結構可愛げがあるみたいな感じの印象はありますね。では最後にラギア選手お願いいたします。アキラさんとのね出会いはもう正直あんまりどこであったのかすらあんまり印象に残ってないんですけどいつの間にか仲良くなってた感じなんですよね。エボジャパン前くらいになんか自分にやったら対戦誘ってきて、ラギアとやるのが一番上手くなるの早いんだとか言って
ちょっとそこまた物申したいんですけど自分もその前から仲良くなったと思っててもちろん仲良くなってたんですよ。仲良くなったと思ったのが最初のでゲームセンターだったんですよ。すごい怒るんですよ自分の対戦してる時に強い必殺あるんですけど、それを当てるたびになんだよこいつみたいな感じで、僕結構年上ですよだいぶ年上でほぼほぼ初対面の人に対してこんなに怒ってくれる若いやつがいるっていうのですごい嬉しくなっちゃって生意気な自分を見てるようですごい懐かしい気持ちだったというか、そこからこっちとしては仲良くなったと思ってました。トラゲさんは違ったかもしれないですけど思い出しました3月6日に KOF15 発売後初となる公式大会 KOF15 オンライントーナメント in Japan が開催されました。ファイナルへの切符をかけ157名の選手がエントリー。激戦を制し優勝したのはアキラ選手でした。皆さん出場されていましたがいかがだったでしょうか。じゃあアキラ選手から予選はどうでしたか。もうとりあえず予選ということでトップ32に残るっていうのがもう多分全員だと思うんですけど、一番の目標32に残るハードル自体がめちゃくちゃ高いってわけじゃなかったんですけど、どうしてもそれで勝たなきゃいけない相手っていうのが事前に決まるじゃないですかブロックで。まあ必死こいて対策はして3日とか4日しか時間なかったと思うんですけど、もう全員のキャラクターを調べて全員のキャラクターの対策をして、で特にこの人は負けそうだなみたいな人の動画を探してみたいな感じで徹底して自分のできる限りのことを尽くして睡眠時間を削りました。なるほど今風の対策ですよね。そうですね、僕その大会参加してる中で配信も見てたんですね、でやっぱ公式大会がこうやって配信をしてくれるのがすごい嬉しくて、昔のやっぱプレイヤーとかもたくさん出てくれたんですね、その試合をやっぱ見るのがすごい楽しかったな。この中で僕だけ予選で負けちゃってるんですけど、まあ32に入れなかった。そうですね。というのもその始まってトーナメント出た時にアキラ君同様ガチガチに対策してたんですけど、この人30に残るまでに絶対当たるだろうなって強い人がいて、で対策をアキラ君に聞いたりしてたんですよ、いざ始まってみるとその人がなんか最速で負けたんですよね。でなんか想像している以上に何も知らぬ強い人おるぞってなって、僕その人に負けちゃったんですけど、後々調べると別ゲーの強豪の人が名前違う感じで出てて、いろんな人がやってるんやなっていうので負けましたけども、ちょっと嬉しかったですね。そういう人もいるんやっていうことで。自分そのちょうどトップ32に入った次の試合に負けちゃったんですよ、ちょっとそれでちょっとファイナルはこうならないように気をつけないとなってちょっと気を引き締めることができたって感じですね。予選の方はアキラ選手はね優勝されたんですよね。こういうふうに公式大会開いていただいて初めての初代覇者っていうふうなことを言われた時にもう嬉しさが尋常じゃなくていいですね。なんか長いこと稽古触れてきたんですけど、それがここになんか20何年越しに実ったっていうのはすごい嬉しかったですね。そして翌週行われた上位32名による賞金制大会ジャパンファイナル、優勝はラギア選手、そして準優勝アキラ選手でした。おめでとうございます。じゃあちょっとまず準優勝のアキラ選手振り返ってみていかがでしたでしょうか。ファイナルも苦しかったですね。苦しかった自分のブロックが、いわゆるレアキャラ使いの方が多くて、想定しただけで15キャラぐらいいたんですよ。残り多分猶予が4日か5日ぐらいしかなくて、トーナメントが発表されたのに、もう手当たり次第にこのキャラ使ってる人はこの人が買ってるのにツイッターで DM を送って対戦お願いできませんかって言ったりして、ずっと15キャラの対戦組んだ結果実ったんですけど、唯一ここにいるラギにそして優勝を見事果たしたラギア選手いかがだったでしょうか。このジャパンファイナルは。アキラさんとは逆にですね、自分のブロックなんかその強いキャラが多いなっていう、そのレアキャラじゃなくて強いキャラで固まってる人が多いなっていう印象だったんですよ。で自分もともとその発表される前からやっぱ強いキャラとばっかり練習してることもあって、この延長線上でまたもっと練習していけばいいなっていう感じだったので、なんか集中して対策できたっていうのがやっぱり大きくて、でその嫌だなって思ってるレアキャラ使いたちは全部アキラさんが自分の都合のように言ってきた人だなっていう感じになっちゃって、うまくはまってくれたなっていう感じですね。やっぱりこの大会は。あれのやり取り終わったとしたんですけど、いやアキラさんでよかったっすわみたいな。マスター、今週もハメ順カップ見たくなってきました、KOF 選手の皆様、心の準備はよろしいでしょうか。
よろしくお願いします第12回ハメジュンカップ。今回のハメジュンカップのルールは1回戦決勝戦ともに1試合選手制のトーナメント形式で開催。優勝者には番組特製の優勝トロフィーを贈呈します。1回戦の対戦はじゃんけんで勝った選手が相手を指名。ここで勝ったスコア選手がアバオ選手を指名し、1回戦はこのように決定しました。ハメジュンカップ1回戦第1試合、アバオ選手 VS スコア選手です。スコアさんと出会った時の、闘撃のような気持ちで頑張りたいと思います、よろしくお願いします。頑張ってください。スコア選手は第4回ハメジュンカップグランブルファンタジー VS で優勝してるんで、今回2冠を狙えるというかなりレアな立ち位置になります。いかがでしょうか。2冠って聞くとちょっと緊張してきますね普段仲良くしてるアバオさんとの対戦なんで楽しみたいと思います。はい、ありがとうございます。頑張ってください。Round 1 Ready Go おっとレップに対してすぐさま言わせていきます。次はアバオいいペース。さあ端に追い詰めて投げる。さらに投げ前提に逃げることは成功しましたが、体力リーダー相当アバオですね。ここからスコアどうしていくか。ゲージは溜まってきています。この頃このジャンプ CD がかなり強いので、しかしここはうまいとこを落としていきますね。中段投げ抜ける。ここまでは壊したいく見事。先鋒戦はアバオが圧倒しましたね。ほぼ体力満タン。ここで中堅スコアガトーが登場。ゲージは2本溜まっています。カットのゲージがあったら今後伸びるキャラなんで、もうどこでも使えるキャラです。火力はあると。はい。その通常技がかなり強いキャラでもあるので、ちゃんと攻撃に加えてエリザベート側も対処が難しいです。しっかりとしかしここは対空。アッパーを繰り出して EX ゲージ10本使ってここが高いですね。何でも判定しっかり相当な火力だ。うわ苦しい。わあ小足で崩して、これは相当厳しいぞ。アバオの先鋒エリザベートがスコアの中堅まで中堅ガトーまでパーフェクトの勢いで倒していきました。魂キャラの千鶴ですね。ここは登場は千鶴。ゲージは3本と半分。そして吹っ飛ばしからつないでいる。そして中段投げはうまく外して、あっとここはマックス発動漏れてしまったか。生発動になっている。これをうまく使っていきたいところですが、抑え込んでいくのはアバオ。スコアとしてはマックス状態。ひとまず分身を巻いて攻めていきます。小足で割り込んでいきます。投げアバオが圧倒するか。中段よくガードした。しかしスコアとしてはここをまずさっきりと倒していく必要が。おお吹っ飛ばし技術からさらにつないで、わあ内を受け圧倒しました。勝者アバオ。ありがとうございます。想像以上にちょっとスコアさんがまだ動きが悪そうだったんで、今つけ込もうと思ってそこをうまくつけたような感じにつけ込みましたね、はい、なったかと思います。こんなに動けなかったの久しぶりな感じがしますけど、まあこれも経験ということで次に生かしたいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ハメジュンカップ1回戦第2試合、アキラ選手 VS ラギア選手です。先ほどもあったように優勝阻止されてるんで、この一先では仕留めたいと思います。今日ここで仕留められたくないので逃げ切りたいです。緑のパンツがアキラ、そして紫がラギアでしょうか。まずは大足から入っていきます。触っていくバックステップから空中吹っ飛ばして、まずはラギア。わあ先頭切ったか。いや割り込んでいる。大足から置き攻めに持ち込んでいきますが、とにかくアッパーカットがいきなり入る。端行きに持っていった方が圧倒的に有利になりますが、こうアッパーの空振りを捉えて EX アッパー、さらに空中飛ばしが出ないカウンターで捉えてしっかりとアッパーカットをつないだのはラギア。さあ置き攻めだ。この画面足前手でなんとか耐えました。アッパーカット打ち切っていく。血のりは明らか。何か通れば一気にという状況ではあります。おっとカウンターうまい。しっかりと空中吹っ飛ばし、カウンターから空中吹っ飛ばしつないでいったのはラギア。先鋒戦まずはラギアが取った。やっぱそしてここでアキラは中堅ラルフ。
ラルフも非常に通常技強力。空中飛ばしカウンター投げていきますが抜ける。アッパーカットいいつ足まではギリギリ来たがどうする。ダッシュから投げ抜ける。空中飛ばしこれで一気にラギアペースかつないだ右アッパーさらにアッパーそしてマシンガン置き攻め。ここはなんとかガードキャンセル緊急回避で脱出。空中飛ばしつながない惜しい。狙いは良かった。しかしそのミスをしっかりと捉えて中堅のラルフまでラギアが倒しきってきました。これめちゃくちゃ苦しいです。苦しいですね。空中吹っ飛ばしカウンターからやだーバネッサの強みがやっぱ出てます、ね、ラルフまで落とせるっていうのがやっぱ強みです。先行逃げ切り。ここで登場はテリー。パーカット中を待っているとどうする。止まらない。マシンガンから置き攻め内足投げなんとか抜けるが苦しい状況。アキラこのテリーで3人倒さなくてはいけない。プレッシャーを送っていきます。ジャンプ壊し崩しに行きたい。マックス殺動もある状態。かなりゆっくりした展開ですがダッシュ投げをよくジャンプ C がめくり気味に当たってここでしっかりと長期殺をつないでいきます。クレイジーパンチャーあとわずかというところまで来た。どうするアキラ苦しすぎる。マックス殺動ガードの上から使ってしまった。どうする。攻め込んで空中ヒット相打ち。いやージャンプ C 競り勝った。ラギアが先方で3人抜き勝者ラギア。さあラギア選手いかがだったでしょうか。いや結構先方のバネッサがうまくはまって、リベンジされなくてとても嬉しく思います。そこに寝っ転がりたいぐらい苦しいです可能です。第12回ハメジュンカップ1回戦はアバオ選手がスコア選手にラギア選手がアキラ選手にそれぞれ勝利し決勝に駒を進めました。第12回ハメジュンカップ優勝はどちらの手に。アバオ選手 VS ラギア選手です。僕ジャパンファイナルでもあと1回勝てばアキラ君と対戦できたっていうそのウィナーズトップ4まで行けたんですけど、そこで、ラギーに落とされてしまってで今回もアキラ君の対戦するのを楽しみにしたんですけどまた邪魔されたんで僕今怒ってるんで、はい、勝ちたいと思います。よろしくお願いします。この理不尽な怒りを跳ねのけられるように頑張りたいと思います。マネッサっていうキャラが無敵技がないので一回かぶされると返しにくい。上から押さえ込んでいけるぞというね。そうですね。カウンターしっかりつないだ。詐欺取りになっている。ガードを間に合わせてゲージを使ってさらにマシンガンから大きい攻め着地壊しつながらなかった。だから投げているラギアペース。ここもライガー返した。さあ第2ヒーユークスしっかりとつないで大きい攻め。しかしここは前転返していく。サイドフィールドはラギアです。お互いゲージ1本これをうまく使っていきたい。上からかぶせていく大足。体力はわずかです。いや苦しい。ジャンプ攻撃うまくかぶせてまず先鋒戦はラギアのバネッサ取ってきました。アマオさん頑張って応援もさあこれ中堅アマオは魂のキャラ1人レオナこれが登場です。上からかぶっていきます。このレオンってキャラもちょっと珍しいキャラなんで、職人キャラみたいな感じですね。しかし割り込んで空中吹っ飛ばしまずやはり追い返していこうというラギアのバネッサです。下に溜めていくか。裏にいるゲージあるぞ。スタッパー空中吹っ飛ばし苦しい。なんとか前手を通して位置を入れ替えた。しかし体力差はついている。ゲージを使っていきたいとウイエクスミトシャから投げ大きい攻めは中段 V スラッシャーいいよ中堅対決もつれ込みました。マックス1 V スラッシャーを使ってなんとか逆転を
成功させたアバオですが、ここに登場はラギアのラルフです。グランドセーバー、おお、めくり状態。そしてしかしここは繋がらない。小足から割り込んでいる。マックス馬乗りバルカンパンチ。これはバーキュー効果爆弾パンチ、めちゃくちゃ減ってます。中堅戦が一瞬にして終わりました。ここで大将アバオのラルフ。ただゲージはまだラギアの方がたくさん抱えている状態です。上からまとわりついていきます。いや状況かなり厳しいですね。このまず中堅ラルフをどうアバを落としていくか。しかもできればゲージあまり使いたくないですが、空中飛ばしカウンターしっかりと遠距離 D につないでいきます。まとわりついていくのはラギア。逃げて D 投げで入れ替えた。そしてここで馬乗りバルカンパンチ。馬尾さん逃げて。追撃中段渋いですね今の。おー、エンディからのマックス発動。ラルフキックしっかりと馬乗り。ゲージは使いましたが、なんとか対象対決。アバオがつなぎました。アバオさんあるよ。さあこれドロレスが登場。このドロレスの火力をもってすればもうこれもしかしてワンコンボ圏内ですね。もう圏内、そうですね、何か当たったら終わりです。はい。上からゲージがある。対空もまとわりついていきます。お、うまいぞ。爆弾ラルフパンチ対空。外足アバオいけるのか。追いついてきたが投げているのはラギアのドロレス。今の有利フレームですね。投げて着地からトマ投げ。いやそのまま倒しきりました。第12回ハメジュンカップ優勝はラギア。見事優勝を果たしたラギア選手、感想を聞いていきたいと思います。いかがだったでしょうか。先鋒戦で勝ってて、でそのリードをそのまま維持したままやっぱ勝れたっていうのがやっぱでかいかなって思います。先鋒戦が重要だと。もう怒りが頂点に達してるんで次の大会までこの怒りを持ってってまたラギーにぶつけたいと思います。はい、ありがとうございます。本日も閉店のお時間となりました。皆さん本当に仲がいいんだなっていうのがトークからも伝わってきましたし、今日学んだことは KOF の行き先は履かない。すごい、和やかな雰囲気で楽しくやらせていただけて本当に良かったです。KF、プレイヤーってこうやって仲良く割とやってるっていう印象もあって、で他のプレイヤーもなんかすごい魅力的なプレイヤー多いと思うんで KF にまたスポット当てていただけたら嬉しいなと思いました。対戦の方がちょっとモヤモヤする結果になっちゃって、儚く散ってしまったんですけど次もしこういう機会があればより練習して力をつけて頑張りたいと思います。こういう場でやっぱりアキラさんに負けなかったことがとても嬉しく思います。ということで今夜の格撃喫茶ハメジュン、お客様はアキラ選手、アバオ選手、スコア選手、ラギア選手でした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。来週はストリートファイター5チャンピオンエディション特集。プロゲーミングチーム魚群から4人の選手がご来店。お楽しみに。